水子供養というのは流行るのは、ほんまここ50年あるかないかの歴史しかないんですよ。石屋さん、お寺屋さんのビジネスの種になっただけ。みんなカルトとかね、特にオウム真理教も30年ですけど、オウム真理教以降ね、みんなカルトとかね、狂信者みたいな言葉で語ろうとしてることは、オカルトなんですよ。亀岡龍太郎めちゃめちゃ偉かったんですよ。テレビで心霊と占いの話をするなっていうのは。その通りなんです。そんなもんが一般化しちゃダメなんです。だから、リベラルとか左翼とか言ってる側が統一教会と戦わなきゃいけないっていうのは、そこにもあるんですよ。あいつらオカルトやん。参政党オカルトでしょ。今何の話をしてるかというと、書こうと思うと、1書こうと思うと100読まなければいけない。逆に言うと、100読まないと1書けないという話をしてたんですね。で、新しい本の、締め切りを今僕が書いてまして、今回も強調です。で、今回の本の、タイトルというかテーマは、なぜ日本の保守運動はスピってるんだろうです。で、僕の受け持ちパートは日本会議を中心としてスピってる理由というのを歴史をこのようにスピってますねではなくて、歴史を紐解いて、スピってたんですよということを、いう話をするんです。で、その中の一事例として、水子供養の話が出てくるんですね。で、僕の受け持ちは25,000字なんですけれども、その25,000字のうちの約7,000字、6,000字を超えるぐらいの部分が水子供養になる予定なんです。で、水子供養と日本会議の関係とか、水子供養と右翼運動の関係っていうのは、基礎知識としては頭の中に入ってるし、おそらくそこを俯瞰で知ってる数少ない日本でうちの一人なんですけれども、てか、もっと言うと、なんで愛子天皇を認められないのかとかね。なんであいつらは女系天皇をそんなに否定するのかっていうのは、水子供養がビジネス化する心理的動作と全く同じなんですよ。で、最近ほら、山上が安倍を殺して以降、何でもかんでも統一教会でしょ。統一教会なんか何もしてへんのに。政治の世界では、言論の世界では、統一教会なんか何もしてないの。統一教会の悪質さというのは、そこにあるんですよ。政治活動をしないところにはない、あいつらは。あいつらは政治活動をしたふりをして、自民党の政治家に近づいて、一緒に写真撮って、田舎に行って頭の悪い人に、私たち強い人と友達なんでお金くださいっていう馬のところに悪いわけですよ。だからその水子供養の話をすると、統一教会と騒ぐことそのものが、いかにナンセンスかということがわかるわけ。ということです。でね、その25,000字のうちの7,000字ぐらいが水子供養の話になるはずなんですが、その7,000字の部分を知ってる話なんですよ。知ってる話なんですけど、知ってる話を7,000字に書こうと思うと、これだけ読み直さなきゃいけないんですよ。これだけ。7,000字書くのに。で、全く関係ないように思うけど、この稲森和夫の生き方っていうのがね、とても重要なんです。右翼とスピと宗教ビジネスと実社会の、これ、だから駅で言うたら明大前の駅みたいな本なんです、これ。明大前、俺が明大前、乗り換えといえば明大前が浮かぶ。重曹みたいな。駅で言うと重曹みたいな、ですよ。この駅は。で、深センで降りんといて。あるいは近鉄ユーザーで言うと、大和西大寺みたいな駅なんです。で、これ稲森和夫の言うてること、これ谷口正治の言うてることの、完コピですからね。で、その、水子供養というのは谷口正治が、ビジネスとしたのは谷口正治ではないんだけど、水子を供養しなければいけないという脅迫観念を日本の社会に植え付けたのは谷口正治です。もっと言うと、なんで中絶反対運動、要は水子供養中絶反対運動が、日本における中絶反対運動が、ここまでアメリカのプロライフ運動と似てるんだろうって。だって谷口正治全部考えてることアメリカから輸入してくんだもん。で、まあちょっと本の内容を先にネタバレするようですけど、皆さんが知ってて昔からやってるという記憶改ざんをしている水子供養というものは、実を言うとあれね、アメリカ生まれなんです。あれアメリカ製なんです。で、まあどういうことかというと、縄文時代からね、なんかもう、こういうと、その参政党みたいな言い方になりますけれども、この間、神戸大学やったと思いますが、イノシシが死者を弔う行動を取ったっていう研究があったん、ご存知？イノシシ、でも、死んだイノシシを弔うのよ。死んだイノシシの死体の周りに
イノシシが餌持ってきたりとかじっと観察したりすんねん。いや別にそんな糸越先生みたいに生きてる間の名前がイノシシ、死んだら戒名がボタンとかそんなことは言わはらへんのよ。イノシシがね、イノシシをね、っていう、いやほんまにそうなんで。で、哺乳類は、多かれ少なかれ自分の仲間が死んだらかわいそうだと思う気持ちがあって、死者に対する弔いとか、死者に対する尊厳とかっていうことを知ってるかのような動きをするわけです。だから、死んだ人がかわいそうであるとかね、大変な損失であったということを哺乳類であるとすると、みんな思うわけですよ。その行動が、認められたボノボとかチンパンジーとかゴリラもそうなんですが、クジラとかゾウとかでも、哺乳類は、そういうことをするということを観察されてます。だからその意味では、元彦がいかに下劣かという話でもあるんですけどね。で、なんせ、だから、水国用ってどういうことで始まったかっていうと、人間が霊長類である以上、日本人だからとか、ベネズエラ人だからとか、スペイン人だからということではなくて、ホモサピエンスである以上、死んだ人を弔うという文化というのはずっとありますわな。で、死んだ人がかわいそうという考え方というのはずっとありますわな。これは文化とか宗教とか関係なく、ホモサピエンス、喋る哺乳類、二足歩行をする道具を使う哺乳類、象名をもって死者を弔う、言わんや人間親という世界ですよ。ごめんね、ちょっと端々で教養が出てしまって。自然な話としてね。これはずっとあるわけですよね。ずっと定流にあるわけですよ。で、そこへ日本の場合は、先祖供養という概念がありますな。これはもともとある概念です。で、これは日本のアニミズムなんでしょう。お盆になったら、もう東京この間終わりましたけども、お盆になったら、ご先祖さんが帰ってきはると。で、キュウリとナスビで帰らはるっていうあれね。あれが、もう、あの世とこの世っていうのがあって、彼岸と、向こう岸っていうのがあってっていう概念があると。で、これが日本の文化としてあるわけですよ。で、谷口正治は何をやってたかというと、その日本人に対して、アメリカではこういう自己啓発ムーブメントっていうのがあるんですよ。いうことを大正の末からやり始めてんのよ。で、大正の末の頃は水子なんて言うてなかったんですよ。言うてなかったんやけど、大正の末からどんなこと言うてたかっていうと、大正の末とか、冒頭でね、何をしたかっていうとね、冒頭ね、あれなんです。谷口正治ね、ほとんど翻訳なんですよ。こういうことをやってるんです。クリスチャンサイエンスの信仰及び哲学みたいなね。こういうその翻訳ばっかりやってんの。F.L. ホルムズ著、谷口正治訳、神と共に来る道、みたいな。そう、谷口正治はね、早稲田の英文化卒なんですよ。で、こうやって、向こうで流行っている自己啓発本を、日本に紹介するというのが、谷口正治の最初の一歩やったんです。で、だから成長の家の人って今でもそうですけども、その後、7つの、神事って言うて、谷口正治が神がかるわけですよ。神がかって神様からこういう伝言を受け取ったっていう、その伝言の、神さんの伝言の一行目がね、汝一切のものと和解せよ。っていう一言で始まるんです。で、汝一切のものとして和解せよと言うて、7つの東大の神事って言うんですけど、この7つの東西の神事のこの本でもそうでしょ？汝一切のものと和解せよと。で、だから、より良き人になっているかどうかということを言うということで、どんどん宗教めいていくんですが、冒頭、一番最初の谷口正治は何をやってたかというと、さっきご紹介したように、アメリカの本を翻訳して、アメリカで流行ってる自己紹介を、アメリカで自己啓発、自己紹介って、自己啓発を日本に翻訳して売るというのが谷口正治のやってたことやったんです。で、これはね、谷口正治、俺が陰謀論と排外主義のちょっと書いたんですけど、谷口正治のね、知的敗北宣言でもあるんですよ。これで失敗してんだよ、あの人。で、これで失敗して、早稲田の英文化を中退して、その後、あちこちの商売を転々として、で、人生うまいこといかへんから、あちこちの宗教に入っていくわけ。で、そのうちの一つが大本やったわけですよ。で、これ、要は、自分はインテリゲンチャとして生きていくはずやったわけ。
で、当時といえば大正教養主義。偏差値の高い大学入った人やったら日本史の教科書の資料集にも出てきたけども、当時流行ってたってのは三太郎の日記ですよ。三太郎の日記が、旧制高校、帝大の知的スタンダードやったわけですよ。ね、これ東北の友達だったらわかると思いますけども、仙台の、あれは東北大学が基本そうですよ。だからみんなね、デカルトとかカントとか読んでるわけ。でその世界に行きたかったん谷口正治もほんまは。でも行かれへんかったんや、これで失敗して。そう。だから東北大学の近くに安倍次郎記念館っていうのは何でかというと、安倍次郎のようなライフスタイルになりたかったわけですよ。そう。だからデカン賞で半年暮らしを本当はしたかったんですから。できなかった。できなかったから、実業の世界に入っていくとうまいこといかへんということでいろんな宗教を転々としていくわけ。で、要はその大正教養主義からの落語者なわけですよ。で、世の中に目を転ずると、デカン賞で半年暮らしてる人なんていうのは、世の中の1割もおらんわけですよ。で、そこに彼はビッグマーケットを見つけたわけ。科学とか哲学とか学問とかっていうものと違うんだけれども、学問に憧れを抱く連中。なんです。で、これも戦後にも溢れ返るわけ。大正教養主義時代というのは峻烈な階級社会と峻烈な学歴社会だったので、実家が金持ちで本人が賢なかったら、デカン賞で半年暮らしができなかったわけですよ。で、そこから落語するわけですよ。で、この大正教養主義に対するルサンチマンっていうのは僕は令和の今日まで続いてると思うね。これ戦後もそうですよ。要はね、下馬本持ってる奴ら偏差値60を超えてるわけ。戦後。特に60年安保の頃は。下馬本を持って八百屋のおっちゃんと一緒に岸信介やめろを言うてる奴らは、要は知性で言うと八百屋のおっちゃんは松茸の梅ですよ。下馬本持ってる奴は松ですよ。下馬本持ってる連中は岩波のマルクスの経済学総合、哲学総合とか普通に読めるわけ。資本論もちゃんと読めるわけ。偏差値60超えてるから。でも偏差値30のおっちゃんらおるでしょ、八百屋のおっちゃんとか。だからこのおっちゃんらは、学問なんかどうでもええと思ってるけども、岸信介がムカつく言うて、この二人は連帯できるわけですよ。上と下は連帯できんの。素直に考えて岸信介がムカつくから。でも問題は松茸梅の竹ですよ。竹の連中。工場労働者の、ここ。この人らは、その金の卵と言って東京に連れてこられて、なんか一個の社会人って言われてるけども、家が貧乏やったから大学行かれへんかったとかね、本人がアホやから大学行かれへんかった。でも学問っていうのは大切やと思ってるって、学問がないから、初期の男は辛いよの前田議員みたいに俺には学がないからみたいな感じになってる。そこへ谷口正治みたいな、アメリカのまだ科学とは認められていない何らかの学問らしきものを持ってくる。ああ、すごいみたいになるわけ。でちなみに、これは文系の学問がね、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけれども、フロイトとユングを最初に日本に紹介したのは谷口正治ですからね。谷口正治というか、谷口正治の共同していてた成長の家という教団ですからね。で、フロイトとユングは当時、学問ならざるもんだったんですよ。今は、ちょっとフロイトを学問として扱ってる心理学の大学ってあんまないと思うけども、一応学問、だから亜学問ですね。亜学問だったんですよ。いや、だから、その岩波は読めない。岩波を読む能力はない。が、学問的なものは好きみたいな。ね。で、次から次へと谷口正治はいろんな思想というか学問ならざるものをアメリカから輸入するわけ。で、皆さんもご存知なのはマーフィーの法則がそうです。マーフィーの法則。マーフィーの法則を日本に一番最初に持ってきたのは成長の家です。で、あと、つい最近流行った、嫌われる勇気。あれ、アドラー心理学ってやつなんですけど、アドラーを一番最初に日本に紹介したのも谷口正治です。嫌われる勇気って本屋に積んであったでしょ、ずっと。養老さんのバカの壁ぐらい売れたでしょ、あれ。で、アドラーの嫌われる勇気は谷口正治が日本に輸入してから60年ぶりぐらいのリバイバルヒットやったんです。嫌われる勇気っていう青い本あったでしょ。あれはつい最近平成になってから編集者の人が編集し直して出さはって売れたやつやけども、そもそもアドラーを日本に一番最初に持ってきたのは60年、70年前の谷口正治です。で、夢を叶える像に出てくる靴磨けうんぬんかんぬんって全部あれ谷口正治が言うてたことです。
自己啓発、皆さんが知ってる自己啓発で、谷口正治が戦争の前後を挟んで輸入したものはないと言ってはいいぐらい、谷口正治は戦争の前、戦争の後、輸入業に励んでたんです。でね、それね、谷口正治がすごい勉強してた方だと思ってたって言ったらね、今その谷口正治を客とするような出版社日本にありますよ。そういう自己啓発系のね、自己啓発系の本を読んで、ここに読者カードって挟まってるでしょ。読者カード返ってきたやつを、どことは言いませんけど、S からスタートする出版社ですけどね。この山の中にもありますけれども、自己啓発の本出してる出版社って大体どうやってるかって言うたらね、違う自己啓発の本が出たらね、新刊案内を読者にすぐ渡すんだ。あれ宗教と一緒やから。で、もう、戦前のアメリカにはもうそのビジネスが確立してて、クリスチャンサイエンスの本買った人には顧客リストが出来上がってて、次から次へとそれに類する本を、俺は一言も3マークなんて言ってません。こう出すわけですよ。ね。で、それで、どんどん沼にはまっていくわけ。谷口正治もおそらく、これは俺の想像ですけども、おそらく、訳するために現地を輸入するじゃない。で、現地を輸入するときにね、日本にいる太客やと思われてないと思う。アメリカから。だから次からどんどん新しい本届くわけですよ。どんどん買うわけ。で、どんどん訳すわけ。ほら、どんどん大正教養主義から落語したやつがどんどん読むわけ。だから、後に谷口正治のやってた成長の絵は出版宗教と言われるわけですよ。60年代、70年代、実際めちゃめちゃ本出すわけ。で、太客の循環が太平洋を挟んで生まれてたんやと思う。で、それが谷口正治のビジネスなんです。で、このビジネスが日本という土着文化が、さっき言ったみたいなその先祖が帰ってくるとかっていう土着文化があるとこに、そこへ持ってきて谷口正治を売ろうとするでしょ。そこへアメリカのプロライフを持ってこようと思うと、水子供養って言わんとしゃあないよ。翻訳作業ですよ。で、アメリカのプロライフムーブメントを水子供養という言葉に乗っけたんです、彼は。で、ちなみにね、これ厳密に言うとね、谷口正治は一回も水子という言葉を使ってないんです。で、こっから先実を言うとこの話にはストーリーがあるんです。谷口正治は戦争終わった直後に戦前の戦争協力が元で GHQ から公職追放の浮き目に遭うんですね。で、その恨みつらみがあって右翼運動にのめり込んでいくわけ。自己啓発の翻訳卸元の谷口正治が GHQ ムカつくで右翼運動にのめり込んでいくんです。で、陰謀論と排外主義にも書いたんですが、浅沼稲次郎を視察した山口音也も、棺の中に、生命の実相っていう谷口正治の本があるんですが、それを入れてくれって頼んでるんですよ。で、実際親が入れてあげたというエピソードがあるんですが、右翼が谷口正治の言葉に染まっていくんですよ。日本の右翼は。なんでかっていうと、なんでそうなったかっていうと、陰謀論と排外主義に書きましたけどね。で、ここでね、田舎の人はすぐ思想は怖いって言うけど、これ思想じゃないんですよ。学問ならざるもの、思想なら、これはちょっと今日の本題として後で話をしますけども、自己啓発というのはいかに害悪かということ。で、ハマっていくんです。で、谷口正治が言うてたことは、まるっきりアメリカのプロライフと一緒で、かわいそうじゃん。殺された赤ちゃんがかわいそうじゃんっていうことしか言わないんです。だから、中絶はダメよねっていう話をするんです。でね、成長の家は、そうやって戦後ね、谷口正治が GHQ で公職追放の浮き目にあったから、右翼運動をどんどんやっていくんだけど、右翼運動をやってもね、実らないんですよ。実らないだなんです。なんで実らないだとかって言うと、You say, I talk so, マジで歌詞通り喋りすぎだから成功しないんですよ。もうことごとく失敗していくの。で、そのうちに飽きてくんねん、右翼運動に。何が来てくるか言うたらね、谷口正治本人はね、とても善良な人なんですよ。汚れたものが嫌い。泣いてる人がかわいそう。とても善良な人なんです、谷口正治本人は。で、その輸入できてるのも、こうやれば人生が好転するよということを本気で紹介してんのよ。アホやけど。とても善良な人なんですよ。アホやけど。とても善良な人なんですよ。だから右翼運動にのめり込んだのは、あれだけ大量の兵隊さんが死んでて、あんだけの兵隊さんが死んだことが否定されるのはかわいそうや、みたいなね。そんなノリなんですよ。悪気は全然ないの。で、それで日の丸が重要やとか憲法を改正せよ。谷口正治は実を言うと憲法改正なんて言うてませんからね。
帝国憲法に復元せえ言うてるわけですよ。で、その根源も何なのか言って、あれだけ死んだ人間がいんねんから、あれが死んだ準じたものが戻ってこなあかんやろうっていう考え方なんですけど、なんせそういうことを言うて、いろんなことやるわけですよ。諸悪の根源、現憲法とかって本書いたりとかしてね。やってるわけやけど、それ、乗ってくるの自民党だけやんで、実際自民党乗ってくるんですよ。自民党乗ってきて、例えば、石原慎太郎とか初期に応援してたの谷口正治ですよ。だから自民党の、見合ったら60代、70代の人が知ってる青蘭会ね。石原慎太郎がいて、右翼の集団ね。自民党の中の、あれの、ケツ持ちしてたのは谷口正治です。公明党ができた頃にね、創価学会に対抗せなあかんと思う宗教をまとめて自民党の支持母体にしたのも谷口正治です。で、それで一定の力を持つんやけども、そのうちにさ、自民党って汚職事件だらけでしょ？まさに今、創価学会が裏金事件を契機に自民、公明連立政権を抜け出したのと全く同じロジックで、汚職事件だけは勘弁してくださいって話になるわけですよ。善良な人だから。愛国結構。軍備増強結構。でも僕たちはそんなことよりも、右霊であることが重要なんです。で、やめとくなはれと。ということで自民党と距離取り始まるの。で、距離取り始めて、その憲法を明治憲法に返しましょうとかね。自衛隊を合憲化しましょうとか。靖国神社を国家護持にしましょうとか、日の丸振りましょうとか、君が代歌いましょうとかっていう運動よりも、優生保護法、プロライフがアメリカで流行ってるの見てやると思うんやけど、優生保護法からね、経済的理由での中絶っていう項目があったんですよ。で、その条項を外そうとするわけ。なんやねん、その経済的理由での中絶というのは。もっと厳密に言うと、産んでしまうと母親が死んでしまうという状況以外での中絶以外は認めないように優生保護法を変えようとするわけですよ。で、もう今まで右翼運動やったやつが、もう、優生保護法改正運動をやるんで、谷口正治の指示で、日の丸が重要や、君が代が重要や、自衛隊が重要や、明治憲法が重要や言ってたやつが、ある日突然、優生保護法改正になるんですよ。でちなみに、俺の本の内容なんですけども、それにおかしいって言うたのは、日本社会が袋叩きにした中ピレンです。中ピレンの皆さんっていうと、今でも資料映像に出てくるピンクのヘルメットをかぶって政治家の周りぐるぐる選択デモを言うて回ってたでしょ。あの時にやってた中ピレンのフェミニストたちがボコボコに縛れてたのは、日本会議の政治家ばっかりです。皆さんがあいつらは気違いだと言うて社会から追い出した中ピレンの皆さんというのは、今我々が高市政権で目にしているものの源流と戦ってたんです。彼女たちがあそこで勝たなきゃいけなかったんです、ほんまは。でね、水子ビジネスも実はそうなんです。フェミニストの論理的主張は正しかったの。これが右傾化の根源であると。今、中絶がダメだと言っている優生保護法改正運動をやっているような連中こそが日本の右傾化の源流であり、こいつらは単に女性なだけではなく、女性の敵なだけではなくて、日本を戦前に戻そうとしている軍国主義、右翼の連中なんだということで、叩いたわけ。でも一般大衆はそれを見てピンクのヘルメットを被ってる側の方が気違いだと言うて社会から抹殺したわけです。中絶ビジネスも一緒です。実を言うと谷口正治が死んでいく赤ちゃんがかわいそうだと言っていて、その赤ちゃんかわいそうだ論が流行ったのを見てビジネスに変えたやつがいるんです。とある右翼坊主なんですけど。で、そしてそのビジネスが流行ったのは何かというと、日本の社会がエンターテインメントとして消費したあなたの知らない世界です。心霊写真だわ。あれは日テレがエンターテインメントとしてやってたんだけれども、あのエンターテインメントで、毎年ちょうど俺ら子供の頃って今頃ちょうどやってたんですよ。で、それは谷口正治とは全く関係のない日テレのプロデューサーたちがおもろいと思ってやってただけの話ですよ。しかしそれで、水子だってテレビやから流行ってる言葉に飛びついて水子だって言い出したら、その途端に水子ビジネスが急に流行んねん。要は谷口正治がアメリカから輸入して言葉を用意したんだけども、運動の成果は日本の社会そのものがガソッと引っ張っていく。で、今の人たちは、そんなことをコロッと忘れて、江戸時代から実を言うとね、あれなんですよ。本人たちはそんなこと思ってやってないと思うんですが、
向田邦子のアウンってあるでしょ、あれのフランキー堺と、あれのバージョンの妻役吉村実子だったでしょ。あれね、吉村実子であることがね、とても重要なんですよ。あれ、まあ別にそれは吉村実子がね、まあその、吉村実子、まあ今はもう忘れられた女優になってますが、僕は戦後の名優のトップクラスにいると思いますが、吉村実子が何の映画でデビューしたかってことを考えると、アウンで奥さん役を吉村実子がやってるっていうのは、 NHK のキャスティングは全然そんなことを考えずにキャスティングしてると思うけども、日本文化史的にはとても重要なんです。だからね、今生きてる女優で言うとね、若かりし頃の彼女はやってませんでしたけども、吉永小百合のデビューの時期の映画に出てくる中絶なんて、中絶かぐらいのもんですよ。中絶ってみたいな言い方全然してない。そうです。豚と軍艦です。いや、もっと言うと、みんな東京物語って言うけども、逆東京物語である東京母食。小津の東京母食にもそうでしょ。なんで悩むかっていうと、結局その、母親との葛藤の間で悩んでしまうわけですよね。それがもうちょっと違うよっていう罪の意識というのが結局実際日本にプロライフ運動みたいなものを持ち込んだのは谷口正治だけれども、文化として根付かせてしまったのはエンターテインメントの側なんですよ。片渕さんがね、答えを出してくれてました。はい、そうです。あんなに古色蒼然とした水子供養の、そうなんです。で、後にね、そう、昼子神話があるから昔からやってる。それはね、水子の地蔵さんの石像を売る人たちのビジネスのジャックです。で、これだけ水子供養というのが流行るのは、ほんまここ50年あるかないかの歴史しかないんですよ。石屋さん、お寺屋さんのビジネスの種になっただけ。で、なぜビジネスとしてのマーケットができたかっていうと、あなたの知らない世界のオカルトブームがあったからです。で、そのオカルトブームにリアリティを添えたのは、オカルトブームが参照した谷口正治です。だから、リベラルとか左翼とか言われてる側が統一教会と戦わなきゃいけないっていうのは、そこにもあるんですよ。あいつらオカルトやん。賛成とオカルトでしょ。陰謀論という最近の言葉で包み隠してるものは、オカルトなんです。みんなカルトとかね、特にオウム真理教も30年ですけど、オウム真理教以降ね、みんなカルトとかね、狂信者みたいな言葉で語ろうとしてることは、オカルトなんですよ。で、そしてそのオカルトは、例えばパナウェーブみたいに白い服着てなくても、統一教会みたいに壺買うてなくても、普通にみんなさ、オカルト消費してるやん。今日俺は休みの日やから新聞買うてないけど、新聞にさ、星座占いも血液占いも載ってるやん。朝のワイドショー見てたらさ、エンディングさ、占いやん。亀岡龍太郎めちゃめちゃ偉かったんですよ。テレビで心霊と占いの話をするなっていうの。その通りなんです。そんなもんが一般化しちゃダメなんです。前も言うたけども、お前、目覚ましテレビの最後の占いで、今日の、サソリ座さんの今日のラッキーアイテムは、ヌタですって言われた時あって、ヌタって。朝一番見たテレビでラッキーアイテムヌタ言われても、ヌタ食うのなんか晩飯やんけって思ったことあるけど。だから細木数子を使うたりとか、三輪明宏を使うたりとか、江原正幸とか使うたらあかんねんって。そうなんねん。江原博之か。ちなみになんですが、統一教会の事件で宗教法人の解散命令というのがね、話題になりました。一個だけ前例あったんですよ。それは詐欺罪で刑法上の有罪判決を受けたっていう宗教団体があってね、そこも水子ビジネスで儲けてんねん。そう、妙覚寺。だから、義母愛子もそうですよ。義母愛子もね、なんか、ほんまにやってんで。フランス書院のタイトルで義母愛子。どうしてええのか分からへんかなと思ったけど。まあ、そんなんどうでもええねんけど。でね、安倍晋三的なものとかね、高市早苗的なものを否定しなければいけない糸口、まあもっと根源的に否定しなきゃいけないんだけれども、例えばね、安倍晋三国会に白い水筒持ってきたでしょ。あれなんかの神様の水ですよね。五反田の聖水ではない。五反田の聖水を国会で飲んだら、
根性決まってるなぁと思って逆に尊敬するけどよ。五反田の聖水ではない。どっかの神社がなんかの神様の水とか言うてる。五反田の聖水やったら俺もう熱心な安倍信者になりますよ。それは昭恵がも出した。だから昭恵が、見てみ、昭恵が行くところ全部失敗してるやんけ。早苗公園の松井とかよ。昭恵とつるんだらみんな不幸になっていってるでしょ。昭恵の聖水ではないと思うぞ。という基礎知識があった上でもなお、6000字の原稿を書こうと思うと、これだけの本を頭の中に入れなければいけないんです。お分かりいただけただろうか。ここまで一生懸命話して、今日のこの俺のお話ので頭に残ったのが、聖水しかないってお前らどういうことやねん。あとお前、義母愛子しか頭に残ってないってそれどういうことやねん。で、そうするとほら、なんとなく参政党と日本保守党がなぜああなのかというのもオカルトというところでわかるでしょ。ね、なんでコロナワクチンの時に流行った大和旧の連中がああなるかっていうのはわかるでしょ。でそれは谷口正治の影響だというつもりはないけれども、日本の土着の文化っていうのがあって、そこへ谷口正治が戦前戦中戦後いろんなもん輸入してきてばらまいて、それをの化合物が生まれ始めたのを詳細豊かな奴らが見つけてきてビジネスにして一般化していくっていうことはずっと続いてるんです。で、参政党のそのネットワークの半分ぐらいがアムウェイネットワークだっていうのも、そこでそのアメリカオカルト、非科学っていうタームを入れると、あ、ほんまやと思うでしょ。色紙じゃのうて、言うとうことやから言葉で言うた方がいいかもわからんけど、百田直樹がさ、ずっとさ、前からずっと言うてるんですけどね、多文化共生で成功した国はないっていうね、百田直樹の言葉と、それを色紙にしたやつがね、いわゆる保守と言われる人の間で流行ってるんですよ。でもね、百田直樹ね、トイレ行って手洗わへんのよ。トイレ行って手洗わへんやつと一緒に生きてんのよ、俺たちは。十分多文化共生やと思うけどね。そんなもんトイレ行って手洗わへんの、イスラム教徒よりも全然異文化やわ。百田直樹ちっちゃい方やなしに大きい方でも手洗わへん言うねんで。トイレ行って大きい方して手洗わへんやつと一緒に生きてんねんで。誰とでも生きていけるわ。話あちこち飛ぶんですけどね。スピリチュアルな話っていうのって、僕は斎藤元彦のことを支持してしまう人たちもあれスピってるでしょ、あれ見てると。スピよね。